神君伊賀越え。どうする家康に学ぶ日本史。家康のまさかの時の神対応。徳川家康は本能寺で織田信長が討たれたことを知ると、迫り来る明智光秀の軍勢から逃れて三河への帰り道を急いだ。そのために最短コースである伊賀越えの道を選んだが、これが世に言う神君伊賀越えである。この神君伊賀越えは三河一向一揆、三方ヶ原の合戦とともに家康三大危機に数えられている。家康はどのようにして追っ手から逃れるために神対応したのかを詳しく見ていこう。織田信長に安土城で歓待を受け、家康は万屋能を観覧した。さらに京都観光を楽しんだ家康一行は信長の勧めで堺の町を見物した。そして1582年天正10年6月2日朝、家康一行は堺を出立して信長と落ち合うために京へ戻る道を急いだ。ところが途中の枚方付近で京都の豪商茶屋四郎次郎が自ら馬で駆けつけて家康に中進する。四郎次郎は明智光秀が反逆して本能寺を襲い、信長と嫡男信忠が自害して果てたと報告した。さらに光秀が家康殺害を命令したため、間もなく明智勢が家康一行を襲いに来るというのである。側近たちと協議した家康は直ちに帰国して軍勢を率いて光秀を討つことを決定する。家康一行は信長の側近の長谷川秀一や西尾義継の案内で伊賀越えをする道を選んだ。家康がたどったルートには諸説があり、近年では家康は堺から竹之内峠を通って大和路を経由したとする説もあるが、ここでは通説を採用したい。茶屋四郎次郎が用意した大金を村の長たちに巻きながら、家康一行は長谷川と西尾の案内で注意深く進んだという。そして一行は本田忠勝や榊原康政など総勢34名で河内の四条縄手から宇治田原に向かった。家康は同行していた穴山梅雪にも一緒に伊賀越えを提案したが、梅雪は家康を疑って別のルートで帰ることを選択する。そのため梅雪は宇治田原で落ち武者狩りにあって落命している。落ち武者狩りは敗残の武将を討ち取り、鎧や武器、馬などを奪い、巧妙な武将ならば首を差し出して恩賞に預かろうとする輩の行為である。四郎次郎がまいた金の威力は絶大で、一行はその日に宇治田原の山口光弘の館に宿泊している。翌3日に山口館から南近江に出て、朝宮から小川村を経て忠雄光俊の小川城で一泊した。家康らは4日は伊賀の国の柘植を経て伊勢の国の亀山から関に出て東海道で四日市に到着している。この3日間で約17里 68km を走破した家康一行は、さらに白子に向かい、夜には船に乗ることができた。家康とその一行は白子から常滑を経由して三河の大浜に到着し、
無事帰国を果たしている。家康は岡崎城に戻るとすぐに信長の弔い合戦の準備を進め、14日には出陣している。ところが19日に羽柴秀吉から明智光秀を討ち果たしたので帰陣されたいとの文が届いたため、家康は三河へ帰陣している。家康はこの後混乱する織田領の甲斐の国に攻め入って抜け目なく領土を拡大している。今川義元が桶狭間で討たれた時もそうであったが、家康は上位の者が討たれた直後にも臨機応変に対応して領地を大きくしている。家康が信長が討たれることを予想していたのかどうかは不明である。しかしまさかの時にも常に神対応ができるように日頃から家康が心の準備を整えていたことは間違いない。後世に家康が神君と崇められ、この強行軍が神君伊賀越えと呼ばれたゆえんである。徳川家康のピンチをチャンスに変えるしたたかさは十分に現代の我々も学べる黄金律である。